はい、こんにちは。野生デザイナーの西山由紀恵です。今回は大きいコンテナガーデンを作っていきたいと思います。毎年今ぐらいの時期になると作ってるんですけれども、オベリスクを使ってオベリスクの中にもお花とか植物を入れて周りにふわっと植え込んでいく、割と大きめの作品をまた今年も作っていきたいと思います。あと今回はちょっと新しいことを3つやっていきたいと思います。1つ目は花材をご説明するときに寄せ植えならではの苗の選び方をもう少し、詳しくお話ししようかなと思います。特に、カラーリーフですねはすごくいいものをドーム状にいいものを全部そうしてしまうと、寄せ植えの場合には蒸れの原因になってしまったり逆にデコボコしてしまったりするので、寄せ植えならではの一つ一つの苗の選び方というのを少しご説明しています。2つ目は植え込みの時にどのぐらいのスピードで根っこを崩すというか土を落としているかとか、どのぐらいの力加減で土を落としているかっていうのを見やすくするためにほぼノーカットでお届けしていますので、ちょっとゆったりした動画になると思いますが、そちらもご覧いただければと思います。あと3つ目はASMR という音を楽しむ動画があると思うんですけれども、私もずっと寄せ植えを作っていて土を落とす音とか、あと土を入れる時にサクサクした音とかがすごく好きなので、今回はそちらがお届けできればいいなと思ったので ASMR 風に音を重視してお届けしようと思います。なので植え込みの時に今日はお話をしないので、その代わりテロップでお伝えしたいことを書いていきたいと思いますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい、それでは作っていきたいと思います。材料と作り方です。はい、まず容器ですけれども RHS のマークが入った直径32センチのホワイトのものを選びました。花材の方は黄色からオレンジがかった色を基調にしてみました。はい、まずはルドベキアになります。サハラという名前のダリアのような八重咲きのとっても花びらがたくさんある品種です。こちらを1株用意します。次は白いお花のセイロナイティアです。こちらは白いお花でジャスミンに似てるんですけれども、強竹同科の日々草の仲間になります。こちら肉厚で夏から秋にかけて咲くお花なんですけれども、すごく強そうに見えるんですが、冬が越冬するのがなかなか難しいです。なので室内のシクラメンよりも暖かい部屋で過ごさないと越えられないので、それだけ注意になります。はい、次はこちらのミニハイビスカスのようなお花です。イリマというハワイの国花がハイビスカスになる前のお花です。レイにも使われるお花です。商品名はハワイアンプリンセスになります。こちらを2株用意します。はい、次がジャスミンのフィオナサンライズです。こちらライム色のジャスミンになります。お花は白い色で香りもあります。葉っぱがライム色でちょっと弱そうなんですけれども、普通の羽衣ジャスミンと同じように宿根性がありますので、氷点下も大丈夫ですので、極端な寒さ、雪がずっと積もっているような地域でなければ、春には新芽が出てきてまた楽しめます。こちらも2株用意します。はい、次はライム色のロニセラになります。こちらは、葉っぱがすごく綺麗なんですけれども、品種がいろいろあって、こちらはバゲッセンスゴールドという品種になってます。その時のデザインにもよるんですけれども、今回は後ろと前にロニセラを配置するので、こちらは高いもので、こちらは横に広がって低いものを選んで役割を分けて選んでみました。ロニセラも2株用意します。はい、次は斑入りのノブドウのエレガンスです。こちらは斑がすごく夏には涼しげなので、これから梅雨が明けても涼しく楽しめるように選んでみました。こちらを2株用意します。カラフルな実がつくんですけれども、こちら観賞用で食べられないものになってます。夏から秋にかけてこのつるがフェンスに絡まって上に伝っていくので、今回は垂らすのではなくてオベリスクに絡めたいと思います。
はい、次はラミウムのガリオブドロンです。アイフィーのような役割で前に垂らして使うことが多いです。もともとシルバーの符が入っているんですけれども、今回はクリームバリエ型といって、バリエ型というのは符入りという意味なんですけれども、クリーム色の符が入っているものを選びました。苗によって枝の伸びている方向が違うんですけれども、こちらは植え込む時に1本ずつ枝の流れを選ぶことができるので、四方に広がっていても大丈夫です。あとは中心の芯の部分が蒸れていないか確認して健康な苗を選びます。はい、それではここから音を楽しみながら見ていただければと思います。
はい、完成しました。ルドベキアの寄せ植えになります。今回はノブドウをオベリスクの方に絡めたいと思って作ってみました。またジャスミンやセイロンライティアも上の方に伸びてくると思うので、一緒に絡めていきたいと思います。あと寄せ植え全体の管理方法は、基本的に夏場の寄せ植えは特に南側の日中の暑い日差しが当たらないようにします。なので東側の朝日が当たる場所か木陰ですね、吉津などを遮光してある場所などで置くといいです。で、西側の方は病害虫が発生しやすいので置かないように注意します。基本的に草花は屋外で管理していきます。で、水やりの方は毎日1日1回か2回なんですけれども、どうしても水やりが追いつかなくて日中しおれてしまったら日陰に移して、また元通りに回復するまで 2,3 日そのまま日陰で管理します。今回は RHS の釉薬鉢を使ってみました。よかったらご参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。またインスタグラムの方で成長の写真をアップしたいと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。